Your brain's most important job is not thinking. It's not feeling. It's not even seeing or hearing or sensing in any way. Your brain's most important job is the regulation of your very, very complicated body. And it's easy to ignore this because we're not aware of all the drama going on. We are not wired to be aware of all the drama going on inside. If you even have a modicum of awareness of what is happening in your gut, you have my deepest sympathies. Yet everything your brain does, psychologically speaking, it's doing in the service of regulating your body. Now, of course, I don't experience myself that way. You probably don't experience every thought you have, every emotion every feeling you have that way. We don't experience every hug we give or receive, every kindness we extend, every insult we bear as having anything to do with metabolism or the brain's ability to efficiently regulate the body. 脳科学者リサ・フェルドマン・バレット博士のこの言葉は衝撃的ですね。脳の最も大切な仕事は身体を管理することだと言っています。私たちはつい脳イコール考えるための器官だと思いがちですが、実はまず体の状態を整える指揮官なのです。つまり勉強に集中したり記憶力を高めたりするにも脳はまず身体のメンテナンスを優先するということ。これは一見遠回りに感じるかもしれませんが、実はこれを知ることで学習や記憶の効率を劇的に上げる方法が見えてきます。今回の動画ではこの脳の本当の働きを紐解きながら具体的に学習や記憶力アップにどう応用できるかを考えていきましょう。最後まで見ればきっとあなたの勉強法や日々の心がけが変わるはずです。それではまず第1章では身体予算とアロスタシスというキーワードから始めます。脳がどのように体のエネルギーを先払い、予測で管理しているのか一緒に手繰ってみましょう。この後、第2章では脳が未来を予測する仕組み、第3章では経験がないと物事が見えない経験的盲目について学び、最後に実践的なまとめを行います。どうぞお楽しみに。The upcoming needs of the body and attempting to meet those needs before they arise. That is the definition of allostasis or body budgeting. The anticipating the needs of the body and attempting to meet those needs before they arise. アロスタシスという言葉はあまり聞き慣れないかもしれませんが、今の引用にあったように必要になる前に備えることを指します。日本語では予測的調整などと訳され、平たく言えば脳が将来を見越して体内の準備をする仕組みです。これは従来よく知られるホメオスタシス、恒常性、変化が起きた後で元の状態に戻そうとする調整とは対照的です。アロスタシスでは脳が事前に先手を打つのです。では脳は具体的に何を先読みしているのでしょうか。それが体の予算と呼ばれるものです。脳はまるで財務担当者のように体内のエネルギーや資源を預金したり引き出したりしながら管理しています。例えば血糖値や酸素、塩分、水分やさらには睡眠や休息といったものまで、脳は常に今後これくらいエネルギーがいりそうだから今のうちに確保しておこうと予測して調整しているのです。これをバレット博士は体の予算を管理すると表現します。では身近な例で考えてみましょう。喉の渇きを感じたとき、脳の先払いシステムがどう働くか見てみます。例えば徹夜明けで朝にコップ1杯の水を飲んだとしましょう。飲んだ直後、渇きはすぐに癒えますよね。でも実は水が胃や血流を通って体中に行き渡り、脳に十分な水分が来たよと信号が届くには約20分もかかるのです。それなのになぜ飲んですぐ渇きが消えるのか不思議だと思いませんか。この疑問に対してバレット博士はこう説明します。So think about the last time you were thirsty and you drank a glass of water. Within seconds of draining that glass,
you probably felt less thirsty. But the interesting thing is that it actually takes about 20 minutes for water to change the concentration of your blood, in your blood, of the osmolarity of your blood, and for the corresponding signals to reach your brain. So what relieves your thirst 20 minutes too early? The answer is prediction. Over a lifetime, your brain has had thousands of opportunities to learn that certain sensory and motor patterns involved in drinking cause you to no longer feel thirsty. And so that experience is... 驚きですよね。私たちの脳は水を飲めばやがて渇きが潤うという経験則を学習済みなので、水を飲んだ瞬間にもう大丈夫と先払いで感じさせているのです。このように脳は過去の経験からパターンを学び取り、常に未来を予測して身体に指令を出しています。喉の渇きだけではありません。例えば寝る時間が近づくと自然と眠くなったり、お昼時になるとお腹が空いてくるのも脳が過去のリズムを学習して事前に体に準備をさせているからです。ちなみに緊張する発表会の直前に心臓がドキドキ高鳴ってくるのも、脳がこれからストレスがかかるぞ、エネルギーを放出する準備だと先に心拍数を上げているからなんです。思い当たる経験はないでしょうか？このように身体予算、エネルギー収支の先読み調整は私たちの気分やパフォーマンスにも直結します。脳が予測的に体の状態を整えてくれるおかげで、私たちはスムーズに日常生活を送れるわけですが、裏を返すと身体予算が赤字に陥ると脳が働かなくなるのです。例えば一晩全く寝ずに勉強した翌日、頭がぼーっとして物覚えが悪くなった、そんな経験はないでしょうか？それは脳がエネルギー不足で手術ストップモードに入ってしまい、新しいことを学ぶ余力がなくなった状態なのです。身体予算が底をつくと、脳はこれ以上の学習という出費を控え、現状維持、いつものパターンだけで対処すると指令を出します。実際、慢性的な睡眠不足やストレスで疲弊した状態では、注意力や記憶力が落ちることが知られていますよね。ですから、学習効率を高めたいなら、まず身体予算を健全に保つことが土台になります。具体的には、十分な睡眠をとり、栄養バランスの良い食事をし、適度な運動や休息で脳にエネルギーの預金をしてあげること。逆に言えば、無理な詰め込み勉強で身体予算を借金まみれにしないことが大事です。脳は律儀に先払いでエネルギーを振り分けてくれますが、その貯蓄がゼロになれば学習どころではなくなってしまいます。例えば、昨夜ちゃんと眠れましたか？睡眠不足だとどんなに気合で勉強しようとも脳の銀行残高が不足している状態です。そんな時は思い切って仮眠をとる、栄養を補給するといった脳への入金をしてあげましょう。それが実は勉強の遠回りに見えて一番の近道になるというのが脳の仕組みなのです。第一章のまとめです。脳の第一の仕事は身体を管理することであり、常に先を読んでエネルギー配分を行っている。そして身体予算が健全だと脳は最大限に働けるけれど、疲弊しきると学習もストップしてしまう。このポイントを押さえておいてくださいね。では次に第2章では予測する脳についてさらに深く見ていきましょう。脳は体の中だけでなく外の世界に対しても予測を行っています。そのおかげで私たちは素早く物事を理解できるのですが、そこには記憶との重要な関係があります。この先を知れば記憶力や理解力をアップさせるヒントが見えてきますよ。脳は外界に対しても先読みってどういうこと？それが記憶とどう関係するのか、次の章で探求していきます。As it predictively controls your body. You don't sense the world, evaluate, and then react to the world. Your brain controls your body predictively, and in doing so, assembles sensory prediction signals that become your experience of yourself in the world, right? So you don't sense and then act. 第2章のキーワードは予測です。先ほど体内の予測的調整について見ましたが、
実は脳は外の世界に対しても常に予測を行い、それに基づいて私たちの体験を作り出しているのです。私たちは五感を通じて様々な情報を受け取っていますが、脳はそれらにいちいち受け身で対応しているわけではありません。むしろ脳内では過去の記憶や文脈をもとに次に来るものは何かを絶えず予想しており、その予想に合うように知覚や行動を素早く用意しているのです。少しイメージしにくいかもしれませんので、具体例で考えてみましょう。言葉の理解は典型的な予測の産物です。例えば今私が日本語で話しているこの瞬間、皆さんの脳は次に来る言葉をどんどん予測しながら理解しています。だから会話がスムーズに成り立つのです。もし脳が全く予測せず一語一句聞こえてから考えていたら、とても追いつきませんよね。脳は経験上よくある言葉の並びや話の流れから先回りして推測し、少々聞き取りづらい部分があっても補完して理解できるのです。では試しにここで脳の予測能力を体験してみましょう。今からことわざの前半だけを言うので、続きを頭の中で考えてみてくださいね。石の上にもさて続きを心の中で唱えましたか？多くの方は3年と心に浮かんだのではないでしょうか。それこそ脳が文脈から答えを予測した証拠です。今のようにわずかな手がかりから次に来る言葉を即座に補ったのは、脳が過去の学習、ことわざの知識を使って先回りしたからに他なりません。この予測によって素早く意味を捉える脳の働きは、学習や記憶にとって強力な武器になります。脳は新しい情報をそのまま受け入れるのではなく、自分の中の既存のパターン、記憶と照らし合わせて解釈しています。ですから何か新しいことを学ぶときは、できるだけ自分の知っていること、既有知識と関連づけると理解しやすく、記憶にも残りやすいです。逆に全く脈絡のない情報は、脳にとって予測の手がかりがなく処理しづらいと言えます。Person walking, right. So right now your brain is searching through a lifetime of past experience, issuing thousands of guesses at once, weighing probabilities, trying to answer the question, what is this most like? Not what is this, but what is this most like from the past? It's trying to remember, to reinstate ensembles of signals from the past that are similar in some way to the present. ここでバレット博士が言及している過去を培っているという表現は興味深いですね。私たちの脳は日々のあらゆる体験は蓄積し、それを未来の予測に役立てています。言い換えれば、今日の学びが明日の予測力を形作るのです。だからこそ、例えば単語一つ覚えるにしても、それは単なる記憶ではなく、未来にその単語を聞いた時にすぐ理解するための予測の材料になるわけです。ここで重要なのは、脳にとって記憶することと予測することは表裏一体だという点です。脳は記憶をファイルのようにしまい込んでいるのではなく、常に必要に応じて取り出し再構成しています。そしてその再現、想起は次の瞬間の予測を立てるために行われているのです。極端に言えば、思い出すことイコール予測に参加させることなのです。この仕組みを利用すれば、学習効率も高めることができます。例えば復習の重要性がここから説明できます。学んだことを繰り返し思い出す、再現することで、脳は過去のパターンを何度も強化し、次回同じような情報に出会った時に素早く処理できるようになります。これは予測精度を上げる訓練とも言えます。またテスト勉強で自分にクイズを出してみるのも効果的ですね。一度間違えると脳は予測が外れたと学習し、次は正しく思い出そうと記憶を書き換えます。いわゆる間違い直しで記憶に定着するのは、脳が予測エラーを修正する性質を持つからです。さらに脳が予測を使って情報処理していることを知れば、新しいことに挑戦する時の助けにもなります。全く未知の分野を学ぶとき、最初はちんぷんかんぷんでも心配いりません。脳には足りないピースはまず推測で補い、少しずつ学習して精度を上げるという戦略が備わっているからです。大切なのは繰り返し触れること。最初は予測が外れても、経験を積むほど脳内のモデルがアップデートされ、やがて正確に理解できるようになります。
例えば英語のヒアリングを思い出してみてください。聞き慣れない頃は一語一語がノイズのように聞こえますが、練習するうちによく出るパターンが予測できるようになり、だんだんと聞き取れる単語が増えていきますよね。これはまさに脳が経験から予測モデルを洗練している証拠です。言語に限らずどんな技能でも同じ。最初は予測が外れて当然。でもそれでも経験を積むことで脳は勝手にルールを学習し、次第に効率よく処理できるようになるのです。第2章をまとめましょう。脳は受け身ではなく能動的に世界を予測しており、その予測の材料として過去の経験、記憶が常に活用されています。そして新しい学習は未来の予測精度を上げ、繰り返し思い出すことでその予測モデルはさらに強化される。学ぶことは未来を形作ることでもあるわけですね。では次の第3章では経験的盲目と文脈というテーマに入ります。ここまで脳の予測能力の凄さを見てきましたが、裏を返せば予測の材料、経験がなければ私たちの脳は驚くほど何も認識できないということでもあります。第3章ではちょっと不思議な実験を通して、人は経験したことのないものが見えないという現象を体感してもらいます。きっと驚きますよ。それでは一緒に見てみましょう。Similar in some way to the present. And if you only see black and white blobs, then your brain has not been able to construct a good set of predictions. And if you see, for example, like some people see a lobster or a chick or a person, then your brain is making predictions. But if all you see are black and white blobs, then your brain is in a state called experiential blindness. This is what philosophers call it. And so now, I'm going to cure you of your blindness. This is my favorite part of this talk. 突然ですが、ここでちょっとした視覚ゲームです。先ほどバレット博士のセリフ中にあった白黒の斑点という言葉、気になりましたよね。実は彼女の講演では聴衆にある謎の白黒画像を見せる実験をしました。せっかくなのでこの動画でも再現してみましょう。皆さん、この画像に何か映っているか分かりますか？ただのランダムな模様で何これと思うかもしれませんね。今皆さんの脳は一生懸命このパターンに見覚えがないか探しているはずですが、おそらく何の絵か見当もつかない状態ではないでしょうか。バレット博士はこの状態を経験的盲目と呼びました。自分の過去の経験に照らしても全く意味付けできないために、目の前に何があるか認識できない、まさに手探りの盲目状態です。でもご安心ください。博士の言葉通り、今からこの盲目を治療しましょう。先ほどの白黒画像の正体を明かします。準備はいいですか？はい、実は先ほどのまだら模様は蜂だったのです。いかがでしょう？写真を見た後では先ほどの白黒模様にもはっきりと蜂の姿が浮かび上がってきませんか？脳が一度答えを知ると、もはやあの模様が単なるブロブには見えなくなるのです。Now your brain can create new predictions thanks to the color photograph that I just showed you. And those predictions change how you experience these blobs right now. So your brain is constructing the image of a bee. まさに脳の不思議を体験していただきました。一度文脈、すなわち写真の正体が与えられると、意味のなかった模様が一瞬で蜂に見えるようになりましたね。一度見えてしまったら、もう二度とあの模様を蜂と知らずに見ることには戻れません。これが経験によって盲目が治るということなのです。裏を返せば、経験しない限りは永遠に盲目のままとも言えます。この実験が教えてくれるのは、私たちの知覚は文脈によって大きく左右されるということです。脳は常に経験に基づいて予測を立てていますが、予測の材料、すなわち知識や文脈がなければ、目の前にあってもそれを見ることができません。知らないものは見えない、わからないというのは比喩ではなく科学的な事実なのですね。この現象は日常生活の中でもよく起こっています。
例えば難しい専門書を開いた時、馴染みのない用語ばかりだと内容が全く頭に入ってこないことがありますよね。それはまさに経験的盲目と言えます。背景知識、すなわち文脈がないために書いてあることの輪郭すら見えない状態です。そんな時、まずは基本的な用語を調べたり概略をつかんだりして文脈を作ってあげると、不思議と内容が理解できるようになります。脳に予測の足場を与えてあげるイメージですね。また言語の聞き取りも典型的です。知らない言葉は雑音にしか聞こえないのに、一度その言葉を覚えた途端、会話の中でもはっきり聞こえるようになる。こんな経験はありませんか？例えば英語で初めて聞く単語は何度聞いても聞き取れなかったのに、一度意味を調べて発音も確認すると、次からはスッと耳に入ってくるケースなどです。これも脳の盲目が治った瞬間です。一度知識という文脈ができると、音の塊の中からその単語が浮かび上がって聞こえるようになるのです。要するに、新しい情報を理解するには適切な文脈付けが不可欠だということです。勉強でもいきなり難解な分野に飛び込むより、基礎知識を抑えてから徐々にステップアップした方が良いのは、脳が予測の足場を必要としているからなのですね。逆にもし勉強中に全然頭に入らないと感じたら、それは脳が経験的盲目に陥っているサインかもしれません。その場合は焦らず、一歩手前に戻って土台となる知識を固めるか、具体例や比喩を探して文脈を補ってあげると良いでしょう。文脈が整えば、脳は待ってましたとばかりに情報を意味付けし、すっと理解できるようになります。第3章では、人は文脈がないと物事を正しく認識できないこと、そして一度文脈を得れば世界の見え方が一変することを見てきました。これは学習において非常に重要なポイントです。新しい知識は必ず既存の知識の文脈につなげて習得する。これが脳の学習効率を最大化するコツと言えます。さて、最後の終章ではここまでの内容を総まとめし、実践編としてこれが脳の仕組みを日々の学習やメンタルパフォーマンス向上にどう生かすか整理しましょう。第1章から第3章までのオープンループで投げかけた疑問もここですっきり解決していきますよ。お疲れ様でした。最後に今回学んだことを実践的なポイントにまとめて終わりにしましょう。まず第1章では、脳の最優先任務は身体の管理、身体予算を維持して脳は未来を予測してエネルギーを配分するアロスタシスの仕組みを持つとお話ししました。この教訓から導ける実践ポイントは、脳のコンディションを整えることなくして効率的な学習なしということです。睡眠、栄養、運動、休息、これらは一見勉強と関係ないように見えますが、脳にとっては勉強の前提条件でしたね。十分に身体予算に余裕があってこそ、脳は学習や記憶にリソースを割けます。逆に疲弊しきった脳では新しい知識を入れるスペースもエネルギーもありません。ですから試験前だからといって睡眠や食事を削るのは逆効果。脳へのインベスト、前払いと思ってしっかり休養と栄養を取ることが実は遠回りなようで一番の近道なのです。第2章では、脳は常に過去の経験を使って先を予測し、世界の見え方を作り出していることを学びました。これを踏まえた実践ポイントは2つあります。1つ目は、新しいことを学ぶときは必ず既存の知識と関連づけること。脳は関連づけによって初めて予測を立てられ、理解がスムーズになります。これは以前学んだあの概念に似ているな、やこの知識は日常の〇〇に応用できそうだなど、自分なりの文脈を作り出す工夫をしましょう。2つ目は、覚えた知識はアウトプットして脳内で再現することです。人に説明してみたり問題を解いてみたりすることで、脳は記憶を予測に使える形でリフレッシュします。何度も早期再現され強化されたパターンは、将来必要になった時即座に引き出せるでしょう。要は使って脳になじませることが大切なのです。第3章では、文脈と経験がないと人は物事を認識できないという現象、経験的盲目について見ました。この教訓からの実践ポイントは、学習内容に適切な文脈を与えることです。もし勉強中に全然頭に入らないと感じたら、焦らず立ち止まりましょう。それは単にあなたの脳が適切な文脈を持っていないだけかもしれません。そんな時は基本に立ち返ってみたり、図解や具体例でイメージを補ってください。
背景知識を少し足すだけで嘘のように理解が進むことがありますよね。あれは脳に予測の手がかりを与えた瞬間なのです。また逆に自分が何かを人に教えるときもいきなり専門用語を羅列するのではなく、身近な例え話から入るなど相手の脳に文脈を提供してあげるといいでしょう。これはプレゼンでも授業でも同じですね。最後にこれらすべてのポイントを一言で表すなら、今回の動画タイトルにもある通り、脳は先払いで覚えるということにつきます。脳は未来を予測して先にリソースを配分し、行動や知覚を準備して、そして学習してきました。ですから私たちも脳の性質に沿った学び方を選ぶことで、その力を最大限引き出すことができるのです。それでは今回の内容を復習してみましょう。脳の体調管理、身体予算を整えることが学習効果を高める土台になる。眠かったら寝る。お腹が空いていたらまずエネルギー補給。新しい知識は古い知識につなげ、繰り返し使って予測モデルに組み込む。関連付けて覚え、思い出して定着。難解なものも文脈次第で見えるようになるので、わからないときは焦らず文脈作り。基礎に戻ったに図や例で理解の足場固め。こうしたポイントを意識すれば、きっと勉強や仕事で脳本来のパワーを発揮できるはずです。脳は私たちが思っている以上にフレキシブルで環境に適応し、そして自ら未来を切り開いていくオルガンです。ぜひ今日から脳の先払いシステムを味方につける学び方を実践してみてください。きっとあなたの記憶術や学習効率に大きな変化が現れるでしょう。本日の内容は以上です。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。脳と上手に付き合って楽しく学んでいきましょう。